次は、実際の大学生活についはいてお伺いしていきたいと思ってて、ファウンデーションコースのさっき、はいスケジュールを聞いたんですけど、大学学部始まってからは、もうコロナも落ち着いてそうですね。普通のみたいな。そうですね。晴れてやっぱり日本で結構長く続いてたと思うんですけど、うんイギリスはもうなんか本当に1年半年ぐらいで終わっちゃって、確かに早かったと思う。すぐ結構まだ何万人とか感染あった時に全然ってもう解放してましたよね。もう逆になんであの時ロックダウンしたからかもしれないですけど、うんすぐ終わって、うん本当にそのタイミングで、う街が活気を取り戻したじゃないですけど、だからちょうどいいスタートだった、タイミングが良かったなって思います。はい、大学での1週間のレクチャーのスケジュールとかはどんな感じなんですか？そもそも僕ボート部って体育会系の部活に入ってて、それがめちゃくちゃ忙しくて、週9回練習があったんですよ。週9回で1日1回そう、1日1回とか夜練と朝練があって、だから結構まず朝は練習に行く、4時ぐらい、5時とかからあるんですけど、でまずそこに行って、その後に大学の授業に行く、レクチャーを受けて、でもその大学の授業数みたいなそこまでもう朝から晩まであるってわけではなくて、結構数個まで終わることが多いので、でそこから大学の図書館があったので、夕方ぐらいまで勉強して家に帰るって感じでしたね。毎日授業あるわけではなく、週何回で1日も何コマかみたいな感じですね。そうですね。結構だからライトではあったと思います。その週に大体さっき数えたんですけど、4回ぐらい、でコマとしても2コマぐらいしか入ってないので、もう隙間はすごいあって、でもその代わりにもちろん課題とかもたくさんあるので、そこの空き時間に課題だったり、あとその部活だったりっていうのをしている感じでしたね。PP の課題ってどんな感じですか？基本エッセイみたいな。そうですね。でもイーコンがあるので、もうそのマスの授業とかもあったり、あとはプログラミングとかもあったりして、そういう大体初年度は本当に比率としては3等分333で、ポリティクス、フィロソフィー、イーコンで分かれてて、それぞれそのエッセイ中心のもの、ディスカッションとかもあったり、あとイーコンはちょっとマスのプログラミングとかそういうのもあったりっていう感じで分かれてました。1年目、2年目、3年目で、なんか若干その授業構成とかそうやることって違っていくんですか？そうですね。これなんか他の大学でドロップって言ったりするらしいんですけど、だんだんPP って絞っていくんですね、自分の興味を。で、最初では3等分したけど、2年目ではちょっと専門的な、それこそポリティカルイーコンに寄りたいんだったら、そっちの方で授業を多く取ったりしてみたいな感じで、僕はだんだん進むうちにフィロソフィーの方に興味が向いてきたので、結構そういう風なものに絞っていったっていう、3年生に向けて自分の興味を絞っていく感じになりますね。あ、そうなんだ。じゃあ科目も自分で選んで取るみたいな。そうです。めちゃくちゃ授業があって、そこから授業を選ぶって感じですね。なんかそれはちょっと日本とかアメリカに近いかも。ちょっと確かに近いかもしれないですね。なんかそれよりかはもちろん決まってるし、必須科目みたいなのはなんか PPE としての必須科目があったんですけど、そこまでデザインできるっていうのは結構他の学部と比べたら特殊かもしれないですね。すごい特殊だと思う。私のところは完全にもう、3年目から専攻っていうか専門の領域に分かれたんですけど、でも1年目2年目はもう必須科目しかなくて、もうそれをやって3年目からその1年目2年目でやったモジュールの中で自分が一番興味あるところだけをその1年間やるみたいな。そうですね。だからそう言ったら中間ぐらい、多分リベラルアーツとガチガチのそのイギリスの専門科目の中間みたいな感じで、1年は完全に必修決まってて、2年目は3割かも半分ぐらいは決まってたけどデザインできて、3年目は完全にデザインできるって感じだったので、そうなんだ。ちょうどバランス的には、自分の中で良かったのかな。私理系のコースの事情しかあんまり詳しくなくて、理系だと最後3年目の後半から、インペリのバイオメドの場合は大体2月ぐらいかな、2月から6月はもうラボにこもって最後の卒論みたいな研究室で論文を書き上げるみたいな活動になるんですけど、その一番最後の卒論みたいなそういう研究課題ってどんな感じなんですか？ PP 僕たちはもう本当に自由で、卒論を書かなくてもいいんですよね。そうで、卒論を書かなくてもいいし、別になんかこれをやったら終わりのテストがあって終わりって感じなので、結構緩い感じであるんですけど、でもそのラボの話にメンションすると、やっぱPPE に関しては、他の学部と同じかもしれないんですけど、レクチャーとセミナーがあって、
まあ、レクチャーはいわゆる大人数の授業で講義をオンラインとかで見れる講義、でセミナーは日本でいわゆるゼミっていうものがあって、3人から5人で、まあ、ディスカッションをするっていう、だいたい1授業につき1つのセミナーがついているっていう形なので、そこで深掘ってまた何かあれば1対1で教授と話したりっていう授業構成ではありましたね。じゃあ最後この期間で研究室に分かれてやってくださいとかはあ、全然ないです。はい、そうなんだ。でも私のコースも卒論書かないと卒業できないじゃなくて、一応なんかまあ卒論みたいな感じでは書き上げるんですけど、それもなんだろう、正式になんかパブリッシュしたり、そうパブリッシュっていうか、なんか結構なんか製本したりなんか日本ではするのかな。なんか友達と見たことあって、まあそういうなんかちゃんと正式じゃないから、意外にイギリスのそのバチェラーレベルだと緩いというか、そうですよね。やっぱなんか院とか PhD とかだと結構もうがっつり一つって言うんですけど、なんか特に自分の学部とかは、その学部まあ本当に哲学とかも広いし、経済もめちゃくちゃ広いし、学部でやったことってめちゃくちゃもちろんいろいろ頑張って勉強したんですけど、院に行かないともっと本当の意味でのアカデミックは極められていかないなと思いました。あ、そうかもしれない。確かに一番最後の最後で一番なんだろう、極めるみたいな感じの流れだから、確かにそうかもしれない。それでも日本もそうかもしれないですけど、でも日本の大学生の方が、まあでもすごいなんか遊んでる感じの人たちもいるけど、意外に東大とかの話聞くと、すっごいもう研究室毎日12時までいてみたいな、なんかゼミみたいなのが全然違うなって思って。全然違う。なんか日本はどっちかっていうともっとイギリスって結構個人だけど、なんか日本だと所属みたいな、研究室に所属してみたいなのが、なんとかゼミ所属のみたいな、ゼミ単位で結構見てる気がするし、授業も毎日なんか1限目からなんかみたいなのあって、すごい時間なんかオキュパイされてるのがすごい多い感じ。考えてもなかった。多分欧米の大学の方が自由度が高いっていうか、多分フリータイムが多い分自習しろっていうことだと思うんですけど、そうだからそこで遊んじゃうと結構試験難しいので、卒業がちょっと難しくなるみたいな感じだから、そうそう自由度が高い分ちゃんと自分で計画してやらないとみたいな違いはある。確かに。高校の時はラグビー部で、ボート部に転校というかなんかしたのはなんでなんですか？なんだろう、なんか腰ちょっと痛めちゃってて、それもあったんですけど、まあなんか結構僕スポーツが好きなので、それは軸として一個やりたいなって思ってて、である程度ラグビーと同じようにコンペティティブでチームスポーツでイギリスの文化を学べるのってなんだろうって思った時に、なんか直感的にすごいボートに興味があって。なんかそうですね、直感ですね。なんかあんまり理由みたいなないかもしれない。ボートはイギリス行く前になんかその競技とか見たことあった？いや全然なくて。ないですよね。なんか今日その動画見た時になんか楽そうじゃないな、手だけだし、なんかいけそうかもって思って間違ってたんですけど、後からで軽い気持ち出しました。であれ結構イギリス川多いか、まあ日本も川多いけど、まあイギリスは競技としてそのローイングめっちゃあるじゃないですか。私のボーディングスクールだった時も学校の裏にリバーセブンかなっていう川があって、でそこでローイングするんですよ。めっちゃ大きい小屋があって、ボートがボートハウスストックされてて、で最初ここ入った時に必修でみんな女子も男子もみんな1回やるんですよ。そうでそのボートハウスの中にジムもあって、めっちゃローイングマシーンがそのジムはローイングマシーンメインみたいな感じのあって、でそこでなんかこんなスポーツあるんだみたいな感じで、しかもイギリスのテレビとかだとなんか中継されるじゃないですか、レースが。だからイギリスでは多分なんか本当イギリスらしいスポーツを選んでるって思うんですけど、なんかあれその初めてローイングマシーンやった時、なんかあれめっちゃなんか使いますよね、筋肉全身。本当楽かと思ったらなんかめちゃきつくて。そうなんかめっちゃコアも使うし、みんなボートやってる人結構すごい強靭な感じだと思う。そのロンドンでボートをやるってなったらどこ行くんですか？夜がテムズ川なんですけど。いやそうなんだ。テムズの旧ガーデンの方わかりますか？わかります。なんかリッチモンドとかいわゆる上流なのかな、そう上の方なんですけどに行ってましたね。そこ朝練もそうなんですよ。そこ行ってめっちゃ遠いですよ。遠くて。でそこで
方々戻ってそうです。だからなんかストライキがあるから行けなくて時々、なんかバスとかでこれで行って1時間ぐらいかかって、そうすごい生活してる、いや本当大変でしたね。そうなんだ。じゃあ試合とかも出て。そうですそうですそうです。はい。そうなんだ。テムズ川でやってるの知らなかった。テムズでやってこいでました毎朝。はい。そうなんだ。面白そう。ボート部以外はなんか大学内のソサエティとか、大学外でもいいんですけど、なんか活動ってされてました？そうですね。2年目からそのジャパン1年目やってたのかな。なんかそのコミュニティとしてやってたのは、いわゆるジャパンソサエティみたいなのがあって、それはその日本に興味がある外国人に例えば日本語の授業を行ったり、あとはその日本食のなんか寿司イベントとか、そういうのやるソサエティみたいなのを、なんか本当に不定期ですけど行ってましたね、そういうのは。それはキングスコレッジの中の？そうです。キンケシのやつでやって。なんかロンドンの大学ってあれ、なんだっけな、University of London Japanese Society かな。そうなんですか。LJS かな。知らないです。っていうのがあって、多分それが多分 UCL ケインズとかインペリオも入ってるかな。なんかそのロンドンのジャパソでさらになんか合同でやったりしてたんですよ、私の時。あんま行ってなくて、多分あったらもしかしたら。そう、なんかそれ合同で、そのイベントだったかわかんないけど、なんか例えば UCL インペリオのボートパーティーとかあったり、なんか大学合同でできるのはそのロンドンの大学の楽しいところかなって思って。楽しかったですね。なんかどっちかっていうとそのやっぱりソサエティなのでどっちかサークルみたいな感じ、クラブっていうよりかは。だからその他にも結構なんか所属っていうよりかはイベントがフォローしてたくさんあるので、その僕は映画が好きなのでフィルムソサエティとか、あとは何だっけな、クッキングソサエティみたいなのも書いてて、なんか本当に最初の友達作るとか、そういうスクリーニングイベントみたいなのにはちょくちょく行ってましたね。そうなんだ。最初のなんかフレッシャーズウィークみたいなのですごい勧誘、みんななんかブース出してやりますよ。新入生歓迎会みたいな。めちゃくちゃ懐かしい。懐かしいですね。で、学校のメインキャンパスはホーボンにあって。と思うんですけど、その住んでたところもその近くですか？そうです。キャンパスに関して言うと、キングスはその学園都市というかその何個か街の中に散らばってる感じで、確かにそれ。だからメインキャンパスっていう考えがあるのかわからないですけど、例えば理系はちょっと離れたロンドンブリッジっていう学校があって、主に文系はディクソンプールっていうローの学校もついてて、ホルボンに1個あって。あとはウォーターウェルにも1個キャンパスがあって3つキャンパスがあるんですよね。ちょっとオックスフォードまでは行かないけどちょっと街に何個かこれもキングスの建物なんだみたいな感じで若干点在してますよね。そうですね。なんか大学っていうよりかは結構なんかなんですか、なんか街になんかビルみたいな、そうビルが大学のビルみたいな感じの、そのなんか寮のなんか住まい事情のことについてもちろんです聞きたいんですけど、ずっと寮に住んでたんですか？初年度だけ。そのファンデーションの時だけ住んでて、あとはそこの友達と、2年目から家をシェアして借りたって感じですね。じゃあ、ファンデーションイヤー寮で、そうです。大学1年生からもうフラットシェア、フラットシェアですね。その最初10人で住んでたって言ったのがその寮。そうですそうです。その10人のその部屋みたいなのがたくさんこうずらーってあって、10人単位ぐらいでキッチン、リビングルームシェアするみたいな。その部屋は各自トイレ付きみたいな。そうですそうです。寮じゃなかったですか？そう寮だったんですけど、最初私あれトイレシェアのやつだったんですよ。すっごい古い。なんか壁にアスベストスが入ってますみたいな注意書きが書いてあったんですよ。で、これ大丈夫って思いながら、そこだけすっごい古い、多分1950年代とかのビルだったんですけど、そのビルの周りになんかプリンセスガーデンズっていうのがあって、インペリのそのメインキャンパスの一番近い向かい側なんですけど、めっちゃ近いんですね。そうめっちゃ近いところにその私のボロい寮の周り、ほんとすぐ隣に一番新しい寮が3棟建ってて、でそこは全員オンスイートで、でもキッチンは共用みたいなやつ。でも僕は部屋はあったんですけど、ベッドとトイレとシャワールームはあった、けどキッチンとリビングルームがシェアって感じですね。ほぼ寝るだけみたいな感じで、あとはみんなリビングルームで行ってなんか雑談したり用意したりみたいな感じでしたね。あれですよね、お部屋にベッドとあとデスクもすみませんあります。あって、勉強とか寝るときは自分の部屋で。そうですそうです。ですよね。
そんな感じでした。そのインペリの新しい方で、2年目からフラットシェアしたのは、自分たちでロンドンでアパートメント探して、そうですみたいな。単純にそっちのがこの新しい人ともし、僕たちはたまたま仲良かったんですけど、他のやっぱ寮とかのだとリスクとしてその結構変な人じゃないけどちょっとこうそれこそ水回りとか、そういうところで価値観が合わない人だったり、性格合わないってとことかも聞いたんで、それよりかはやっぱ仲が合う人と、あとフラットシェアした方が値段は安いのでロンドンは、そういうのも込みで、家を借りることにしましたね。それ2人で？いや4人ですね。4人で住んだんだ。で4ベッドルームみたいな。そうです4ベッドルームでガーデンついてて。おお、いいですね。大学生活中って自分で自炊されてた？そうですね、はい。結構日本食？どうだ、でもなんか半々ぐらいでしたね。最初は日本食だったんですけど、なんか日本食作るの難しいことが判明して、後からパスタとかパンとかって。パスタあるあるですね。一番なんかもう茹でてソースかけるだけだから。だから僕は部活やってたんで、その時間とかあと栄養とかもやんなきゃ、自分でマネージャーとかいなかったんで、なんか日曜日に毎回めちゃくちゃ買ってきて。超作って冷凍保存してっていうの。偉い。なんかもう会社員の生活みたいな。限界主婦みたいな。やってました。あとなんか留学フェローシップっていう団体の活動にも参加されてたと思うんですけど、それってなんかどういうことをするんですか？留学フェローシップっていうのは、海外大学に興味がある日本の高校生向けにアプリケーションの書き方をやったりとか、あるいはもう少し下の学年だとそれこそ僕が言ったキャンプみたいな感じで、なんかどういうことがやりたいかとか、そういう海外の授業の話をしたりみたいなのが中心になりましたね。それはもうボランティアで？そう、ボランティアじゃないんです、仕事なんですけど一応、ちょっとインターンみたいな感じでお金もらいながら、あれどこでやったんだっけな、長野県かな、の温泉宿みたいなのを借りて1週間ぐらいですね、やりました。なんか何個かありますよね。なんかH ラブとか。そうですそうです。そういう感じです。そうですね。サマーキャンプというかそうですそうです。先輩と。そうですそうです。夏休みにみたいな、それなんかめっちゃいいと思うんですよね。なんかあんまりやっぱ情報なかなか得られないっていうのあると思うんで、国内にいると。確かにやっぱ特にしかも東京だったらあれだけど、それこそ北海道とか九州とか日本中から来るんで、そこだと。あんまり情報とかもないっていう意味では。あとソウさんはうちの家庭教師、講師としてIELTSの今指導を現在進行形でやっていただいていて、すごいもう見ての通りしっかりされてるんで、すごい信頼して任せてるんですけど、その教えている生徒さんも、なるべく経歴の近い先生を担当してもらうようにしてるので、その生徒さんは高校3年生終わって卒業してからイギリスに留学されるっていう生徒さんで、その方はファウンデーションコース経由ではなくて A レベルを2年間やってからイギリスの大学の学部に入学するっていうルートなんですけど、高校まで日本にいてイギリスに行くっていう点でソウさんはすごいぴったりで、そのなんか指導にあたって心がけてることとか、あとは生徒さんを見たりとか、今までも指導経験あると思うんで、そういった経験から、あとご自身の経験とかから、なんか英語を伸ばすために、なんかどういったことをするのが一番効果的なのかっていうのを教えてください。難しいですね。でも2つ僕の授業では心がけていて、もともとそのずっと4年間ぐらいその英語の教師経験みたいなのがあって、まず1つは僕がすごい重点的にしてるのはライティングを大事にしていて、やっぱり他の4技能と比べてライティングって本当に自分の単語力とかだけじゃなくて論理構成能力とか、あとはその文章をどういうふうにそのアカデミックライティングで配置するのかっていうのが大事になってくるので、なんかまずはそれを書かしてその人の能力っていうのを見ることを大事にしてます。で2つ目はでもそれをやった上でもやっぱ生徒さん一人一人で特性が違って、例えばすごい自分から興味があることをスピーキングがどんどんやりたくて、コミュニケーションを取っていきたいってやりたい人とか、あるいはすごくシャイでどっちかっていうと授業中というよりかはその暗記の方が得意で、課題を出してそれをやって、単語帳とか見たり、そのいろいろ YouTube とかそういうBBC とかやりながら、でそのサポートしていくっていうのが得意な人もいたりして、だからそのスタイルっていうのは結構生徒さんによっては変えるようにしてます。
そうですね、そういった意味でうちでも完全に個別指導っていうのをとって、それで担当してもらってる生徒さんも、ソウさんの指導が始まってからすぐにすごい自信がついたっていうふうに声をいただいて、指導始まってからもう何回か IELTS を受けてると思うんですけど、それでずっと同じ先生になるべく見てもらってっていう安心感も多分あると思います。なんか英語のそのなんかコツみたいなところはそうですね。でもやっぱ僕はそれこそ日本の高校あったので、僕の経験から言うと、なんかもうブレイクスルーみたいな、すぐこれをやったから伸びるみたいなのも、なんかダイエットもそうかもしれないですけど、なくて、やっぱりその中でどれだけ継続できるか、でそのやる気を一定数やって繰り返していくことができるかっていうのが大事だと思うので、そこはもちろん自分もそうですし、そういう今あるサービスとかも利用しながらこの2つ、継続して繰り返していくっていう2つを本当に地道ですけどコツコツやることが一番の近道かなと思います。そうですね、もう目標を立てて、そこまでやりきるっていうのがそうですね、大事だと思います。すごいいっぱいお話今までのことを聞けたと思うんですけど、ちょうど6月に卒業されたのかな。そうです。卒業式自体は来月なんですけど、授業が終わったのは6月ぐらいですね。ちょうど3年間の大学を終えて、これから就職っていうところなんですけど、その就活のことについてちょっと聞きたくて、どういうふうになんか進めていったんですか？就職に関してはその正直な話をすると、なんかあんまりその部活とかもあって、もう1年間就活だけってやることはできてなくって、だからそれこそ日本の学生みたいに何十社とかやって面接とか説明会行きまくってってよりかは、どっちかっていうと学校にある機械を使って、それこそイギリスのアプリケーションだったらキングスにあるポータルを利用して、結局日本の東京でお仕事をすることになったんですけど、それはオンキャンパスリクルーティングって言って、大学に何社か来てくれたり、あとはロンドンキャリアフォーラムっていうイギリスに日本の会社が何十社が来てくれて説明会をしてくれるとこがあって、そういう元からある機会を利用して就活を行いました。そうなんですね。それはどれぐらい前から2年生ぐらいですかね？そうですね、2年生の終わりかなにちょうどそういう就活何社か来てくれる機会があって、本当にその時にたまたまお話を聞いた企業がいいなと思って、そのまま面接に進んで、たまたま内定をいただいて、あともう一つも、結局3社かな、内定をもらって結局筆者にしたんですけど、そこもそのオンキャンパスリクルーティングっていう形でお話を聞いたのはきっかけって感じですね。そのオンキャンパスには日本の企業も来るんですか？そうですそうです。そうなんだ。それはもう大学主催のに企業が正式に参加している。そう、大学っていうかそれはジャパンソサエティに、なるほどなるほど。そのいわゆる日系だけど海外進出駐在とかそういう英語を使う機会があったりみたいな会社が、確かに私の時もありました。大学主催のはイギリスベースというかその現地のしかないけど、ジャパスを通してなんかフェイスブックグループでなんか PWC とかそういう外資系の企業が来るよっていうのを通知来て、でなんかディナーとかテストとかで参加したりとかはあったり、あとロンドンキャリアフォーラムじゃなくて私の代の人はなんかほとんどボストンキャリアフォーラムだったんですよね。そのわざわざ大学1週間休んで、1週間じゃないか、4日間ぐらい休んでボストン行って、そこの方がなんか規模が大きいからって言ったら、みんななんかすごいなんかガチ勢だったその時代だったんですけど、それで私もボストンキャリアフォーラムでその場で内定もらったみたいな感じなんで、多分正規留学してる日本人の留学生とかはそういう場の方が結構有利というか、なんか選考が進みやすいみたいなのはあるかなって思いますね。就活に関して言うとこれも終わったから何とも言えないんですけど、その日本の就活とかと比べるとやっぱりある程度なんて言うんでしょう、倍率みたいなのが本当にもう就活大変っていう感じではなかったですね。私もそんな印象ですね。なんかそうですね、日本の就活多分一斉にガーってみんななんかスーツ着てって始まると思うんですけど、なんかそこあんまり詳しくはないんですけど、そこまでなんかその形式ばってないというか、本当にそうですね。そうなんか割と自由に直で調べてどっかに書類提出することもできるし、結構なんか年間通してなんかちょこちょこ開催されてるから、結構マイペースに進めてる人の方が多いかなと思います。でどういうお仕事をされるのかって聞いてもいいですか？もちろんです。
で最終的に決めたのは外資系のコンサルティング会社になったんですけど、あ、そうなんだ、それはなんかもともとちょっと興味あったですか？そうですね。なんか本当の最後の最後までなんか何したいか迷ってたんですけど、まあ、まだその入ってもないと思うんですけど、その将来的になんかこれしたいみたいななんか具体的なビジョンとかってあるんですか？でも院に行きたくてどっかのタイミングで、なんかサバティカルっていう休みみたいに取れて1年に行けるので、そこでヨーロッパに一回戻って学ぼうかなと思って。それも PPE に関連した感じ？そうですね、まあ直接じゃないんですけど、アートヒストリー、美術史に興味があって、そこをやろうかなと思って。アートっていうとイタリアとか？そうですイタリア、そっちが盛んなそうです感じしますね。イギリスなんかは、イギリスって結構現代アートのありますよ。イギリスも有名なそういう美術史の大学があって、イギリスだったらコートヤードっていうコートヤードのインスティテューションっていうその専門の機関があって、そこがマスターの出ができて、あ、そうなんだ。そうです。コートヤード、知らない。なんかでも美術史とはちょっと離れるけど、美術賞って言えばいいのかな、になりたくて、サザビーあるじゃないですか。サザビーの大学院、サザビーがやってる大学に入った知り合いいます。そのなんか結構でもヨーロッパがやっぱりそういうアートとか、そうですね、やっぱりなんかまあ欧米かなが結構盛んだから。そうですね。だからいつかはまあ別にそのコンサルティングなんでいろいろあるんですけど、そういう将来的にはちょっとそういうビジネスっていうかに興味が今の現在はありますね。さっきその大学の時の研究の話で、最後フィロソフィーに絞ってってことだったんですけど、なんか最後のその研究テーマっていうか、ちょっと近くてそこにそのがっつりなんですか論文とかじゃないんですけど、どっちかっていうとフィロソフィーのエステティックスとか、いわゆる美学とかそういうのにちょっと興味があって、別にアートヒストリーではないんですけど、ちょっとそういうところに近いところに興味がありますね。あ、そうなんだ。そこからその研究やっていくうちにちょっとアートヒストリーも興味出た。そうですね。まあそういうところもあります。でも全然本当にまだ仕事も何もしてない。そうだ、まだこれからね、いろいろな人に会ってとかあると思うので。そんな大げさなことを言いやでも頑張ってください。ありがとうございます。でも卒業おめでとう。ありがとうございます。で来月卒業式でね、また一瞬帰ると思うんですけど、イギリスの卒業式でも夏休み一旦帰ってきて、また留学生にとっては行かなきゃいけないからちょっと面倒くさい。そうなんですよね。私の時もインペリ10月なんですよ、卒業式。そうなんですか。もっと面倒くさくて、私10月一日入社だったんで、もう入社して2週間目に一旦休み取って、で休み取れないんですよ。普通有給とかもないから6ヶ月経たないと。だからまあでも卒業式だったし、パートナーがイギリス人だったんで、普通に理解してくれて行ったんですけど、ちょっと困るなって思って。結構遅いですよね。なんかアメリカとかだとめちゃくちゃ早いみたいな。だって6月授業終わってたらもうそのままやれば、やればいいのにって思うけどみたいなとこで、じゃあ最後にこれから留学考えてる人とか、あともう留学決まってて準備を進めてる方に何かメッセージあったらお願いします。今主に学部留学を考えてる人たちにとって留学ってすごい大きなものだと思うんですけど、でもそこでやっぱり行く学びってたくさんあると思うんです。学び、学部の中でのアカデミックの学びだけではなくて、そこで直面する生活とか、あるいは逆に挫折いろいろできないこととかもあると思うんで、そういうのも含めて、主体的に本当にやりたいことは何なんだろうっていうのを常に自分に問いかけながらやっていくことはすごく力になると思います。またもし留学をしないことになったとしても、常にその自分が本当に何がやりたいんだろうっていうのを、自分に問いかけながら前に進んでいってほしいです。はい、ありがとうございます。いやいや、もう素晴らしいメッセージありがとうございます。じゃあ今日はキングスカレッジに通われていたソウさんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございます。ありがとうございました。